今日は野原工芸の欅のシャープペンとカフェコペンシルスペシャルの徹底比較をしていこうと思います。こちらの2つのシャープペンは両方5000円近くするシャープペンなのにもかかわらず、文房具好きの中ではかなり使っている人が多くて非常にファンの多いシャープペンとなっています。そんな2つのシャープペンを今回はいろいろな観点から考えて、また個人的な感想も踏まえつつ徹底的に比較をしていこうと思います。今回の動画は結構長くなってしまうと思うんですけれども、もしこの2つのシャープペンのどちらを購入しようか迷っている方は、ぜひ僕の動画を見て一意見として取り入れていただければなと思います。まず軽くそれぞれのペンの紹介をしていきますね。こちらは野原工芸の欅のシャープペンです。こちらのペンの特徴は使えば使うほど木の色が深くなっていく。それから重みのあるしっかりとした書き味で書いていてすごく楽しいというのが挙げられます。欅ですと税込み4400円となっています。六郎細工の技術を用いて一本一本手作りで制作しているので、なかなか手間がかかった長野県の工芸品となっています。そしてこちらがカフェコペンシルスペシャルですね。こちらのペンの特徴は計算され尽くした重心バランスでとにかく書きやすいっていうところと、クリップが別売りなので書くときに全く支障がないという本当に書きやすいシャーペンとなっています。非常に歴史のあるドイツのブランドだからこそ計算し尽くしたデザイン、それから書きやすさがあって素晴らしいシャーペンだと思います。値段は税込み5500円なので、野原工芸の欅よりも1000円近く高くなっていますね。自分の中ではこの2本のペンを非常にざっくりとまとめると、野原工芸は書き味が良くて愛着を持って使っていけるシャーペン、カフェコペンシルスペシャルは書きやすさを追求した超実用的なシャーペンという感じですね。究極的な結論がこれになってしまうんですけれども、それぞれシャーペンとして方向性が全く違うので、どっちをお勧めするかっていうのは自分からはできないですね。どっちを買おうか迷っている方は、使っていくことをより楽しみたいか、それかとにかく書きやすいシャーペンを使っていきたいか、そのどちらを優先するかっていうので決めていただきたいなと思います。結論から先に申し上げたところで、このペンについてこちらの8つの項目で詳しく比較をしていこうと思います。まず1つ目の項目の書きやすさについて見ていきましょう。どっちの方が書きやすいかと言いますと、カフェコペンシルスペシャルになります。どうして書きやすいかなんですけれども、重量がまず大きく違ってきますね。カフェコの方は 16g、そして野原工芸の欅は約 30g なので倍ぐらい重さが違ってきます。それに加えてカフェコの方が低重心になっています。なので書きやすさという面ではカフェコが圧勝ですね。カフェコペンシルスペシャルはフルメタルボディのシャープペンとなっているんですけれども、軸は非常に薄いアルミでできていて、口金だったりチャック付近の先端部分に密度の高い真鍮が使われているので、ペン先に大きく比重が置かれています。書いている時っていうのはペンの位置によって動く領域が大きく変わってきます。例えばキャップのところだったり先端なんかはすごく大きく動きますよね。それに対して握っているグリップ付近のところはあんまり動いていないです。なので一番移動する範囲が小さいところに重心があるかどうかっていうのが書きやすさの一つのバローメーターになっているんじゃないかなと思っていて、こちらのペンはちょうど一番動かないところに重心があるので、かなり書きやすいペンとなっています。ただ勘違いしてほしくないのが、野原工芸のペンは書きにくいということは全くないです。カベコが書きやすすぎて、それに比べたら野原工芸は劣ってしまうんですけれども、野原工芸のペンは普通っていう感じでストレスなく筆記をすることができます。30g 近くあって結構重たいペンなんですけれども、支障が出ないほど絶妙な位置に重心があるおかげで、この重量の割にはストレスなく書くことができる素晴らしいシャーペンです。書きやすさについて5つ星評価をしていくと、カフェコが星5つ、それから野原工芸が星3つっていう感じですね。続いては持ちやすさについて比較をしていこうと思います。どちらのペンもグリップの直径が 10mm 以上ある太い部類に入るペンですね。結構自分は太めなペンが好きなので、どちらもかなり握りやすいです。カフェコの方は八角形の軸になっているので、書いている時に軸を回転させやすくて取り扱いやすいようになっています。ただ表面は黒クロームメッキの処理なのでツルツルとしていて、夏の時期は汗をかくと滑りやすくなってしまうかなと思います。それに対して野原工芸のペンはグリップのところは木でできています。木のグリップっていうのは滑りやすいんじゃないかって誤解される方も少しいらっしゃると思うんですけども、実はそんなこと全然なくて、木っていうのはグリップにすごく向いているんですよね。
もし汗をかいてしまったとしても木が吸収してくれるので全く滑るようなことはないです。使い始めの時は油分がまだ少ないので滑りやすいんですけれども、使えば使うほど滑りにくく自分の手に馴染んでいくようなグリップになってくれるのが木軸ペンの魅力です。その観点からするとどちらも握りやすいんですけれども、滑らないということから野原工芸の方が握りやすいかなとさせていただきました。続いて書き味について比較をしていこうと思います。どっちの方が書き味がいいかと言われますと、これは野原工芸さんですね。これも本当にどっちもいい書き味をしているんですけれども、しっかりとした書き応えのある書き味っていうのを求めている方は野原工芸の方がいいかなと思います。今回考えているのはダブルノック式の口金ではなく、自分が普段使っている固定式口金で考えていきます。書き味っていうのはペンの重量とパーツの安定感の2種類によって決まると思っています。2本ともペンの安定感というのは本当に素晴らしくて、内部のパーツがブレるということも一切ないんですよね。どちらのペンもネジとかの部品と部品をつなぐところは金属で構成されているので、かなり合成が高くなっています。なので本当にどちらのペンも書いていてしっかりとした書き応えがあって楽しいんですけれども、ペンの重量が2倍も違ってくるとなると書いた時の重みというのが全然違ってくるんですよね。カベコはペンの重量が軽いので、野原工芸のペンと比べると軽くてしっかりとした書き味っていう感じですね。それに対して野原工芸はずっしりとした重たい書き味になってくれているので、書いていて楽しいんですよね。本当にどっちも素晴らしい書き味で、比べるのが本当に申し訳ないぐらいなんですけれども、より書き味を楽しみたいという方は野原工芸の方がおすすめです。自分が持っているシャーペンの中でも一番書き味がいいなと思っているので、この素晴らしい書き味をぜひ試していただきたいなと思います。続いてはペン先の視界について比較をしていきます。字を書いていく上でどれだけペンの向こう側の紙がしっかりと見えるかっていうところなんですけれども、どちらのペンも一般筆記用という種類のシャーペンなので、そんなにペン先の視界についてはこだわられていないですね。ただカフェコペンシルスペシャルの方はシルバーのガイドパイプが2ミリほどついているので、4ミリの製図用と比べると劣ることは劣るんですけれども、十分と言っていいほどの視界がありますね。実は改良が加わる前はガイドパイプっていうのがそもそもなくて、口金とガイドパイプが一体化したようなペン先まで真っ黒になっていたそうです。そっちの方が統一感というのはあったと思うんですけれども、正直ガイドパイプっていうのはシルバーの方がどれだけ芯が出ているかっていうのが分かりやすいので、強度は低くなってしまったと思うんですけれども、シルバーの方が使いやすいかなと思います。それに比べたら野原工芸のペンなんですけれども、これはあんまり視界がいいとは言えないですね。口金がメッキになっているので反射をしてしまいます。なので多少集中力がそがれてしまうなっていうのもありますし、先端はガイドパイプではないのでペンの先端まで行ったとしても太いんですよね。一般筆記としては普通に使えるぐらいの視界なんですけれども、定規とか使ったりする製図用として使うとなると少し厳しいかなと思います。一般筆記と製図用両方でオールマイティに使っていきたいと考えている方はカフェコペンシルスペシャルの方がおすすめできるかなと思いますね。続いてはデザインについて比較をしていこうと思います。申し訳ないんですけれども、今回はデザインの優劣はつけられないです。どちらもデザインの方向性が全然違ってくるので、これで優劣をつけるのは少し自分としては難しいところではあります。カフェコの方はドイツらしいスタイリッシュなデザイン、そして野原工芸は木の味を最大限に引き出すためにロゴがないシンプルなデザインっていう感じですね。カフェコペンシルスペシャルは八角形の軸の割には角が丸くなっていて割と転がりやすくなっているので、机が斜めになっていたりしたらちょっと注意してほしいなと思います。クリップがないことによって徹底的に無駄を省いた形状になっているなと思っていて、黒とシルバーの組み合わせがかなりかっこいいですよね。転換のところには象眼といって別で作ったシルバーのロゴマークをはめ込んでいます。書くときにはあんまり目立たないところに装飾をしてくれているので、書いてるときに気になるということもなくてすごく合理的なデザインだなと思いますね。野原工芸のペンはロゴがなくて主張が抑えめっていうのはすごく評価できますね。金具は場所によってマットブラックと金のメッキの2種類で仕上げられているので、高級感だったり風格というものを同時に味わえる贅沢なペンですね。続いてコストパフォーマンスについて比較をしていこうと思います。欅のシャーペンは4000円プラス消費税、
カフェコペンシルスペシャルは5000円プラス消費税なので、1000円近く野原工芸の欅の方が安くなっていますね。Amazon で結構高いペンでも半額とか4割引きとかで普通は買えるんですけれども、カフェコペンシルスペシャルは割引っていうのがされてなくて、 Amazon でも5000円で販売されています。野原工芸のオンラインストアで購入するとなると送料が別途かかってしまうので、結局は両者ともにトントンな値段になってしまうんですよね。これだけ値段が高いとコストパフォーマンスについての議論はあんまり必要ないかなと思うんですけれども、強いてどちらの方が値段の割に凝った作りになっているのかと言いますと、自分は野原工芸のペンかなと思います。どうしてかというと、六郎細工の技術を用いて木を回しながら天然の木材を手作業で削り出しているので、一本のペンを作ろうと削り出すだけでもかなりの時間がかかってしまいます。削り出した後にオイルとかを塗布しているので、そういうところもかなり手間がかかっているんじゃないかなと思いますね。パーツの数っていうのもカフェコよりだいぶ多くて、結構なコストがかかっているんじゃないかなと思います。これだけ手間がかかっているなら4400円っていうのはそんなに高い額ではないかなと思います。かなり値段とクオリティがマッチしている、もしくはそれ以上のクオリティのシャーペンが野原工芸なんですよね。対してカフェコペンシルスペシャルは転換のところだったりいろいろと手間がかかっているっていうのは重々承知しているんですけれども、それでも5000円は高いなと思いますね。カフェコは1883年に創業をして1970年に1回倒産をしてしまいました。それからドイツのグッドバレット社がこんな素晴らしい筆記具ブランドをこの世からなくすことはできないと復刻をして今に至るという感じなので、結構いろいろあったブランドさんなんですけれども、それでも創業してから137年もの月日が経っているっていうことで、世間一般からするとかなり信頼されたブランドになっているんですよね。なので5000円のうち半分ぐらいはブランド料として上乗せされているのかなと思っていて、正直5000円の価格設定というものに対しては高いなと思ってしまいますね。どっちもコスパがいいとは言えないんですけれども、野原工芸の方は値段と見合ったクオリティっていう感じがします。対してカフェコペンシルスペシャルはブランド量が大きいかなっていう感じで、買って後悔することはないんですけども、5000円は高いなと思いました。続いて品質について比較をしていこうと思います。これは野原工芸の方が品質が高いかなと、あくまでも予想なんですけれども思いますね。安心安全の国産でマットブラックの塗装がすごくしっかりとされているので全く剥げないんですよね。あと何といってもアフターケアの充実が強みだなと思っていて、もし落として木が割れてしまったとしても割れた部分を補修してくれたりするので、本当に一生使っていけるメーカーさんなんですよね。カフェコは黒い部分が剥がれやすいっていうのも聞きますし、ペン先のガイドパイプも折れてしまうっていうのをよく聞くので、ちょっとそこは気をつけて使っていただければなと思います。口金だけで販売されているかどうかはちょっと今自分では分からなかったので、もし口金が折れてしまった場合は販売店にお問い合わせてみてください。最後にまとめると、もしどっちか一本だけ無人島に持っていくっていう風になると、自分は長く使っていて愛着がありますし、書き味が本当に好きなので野原工芸にしますね。個人の主観は置いておいて、書きやすさを重視したいならカフェコペンシルスペシャル、書く楽しさとか使っていく楽しさを重視するなら野原工芸っていうのが究極的な答えなんじゃないかなと思います。比較をしてみて、これだけ人気なシャーペンなのにもかかわらず全然方向性が違うんだなって改めて思いました。あんまり比較対象として好ましい対象なのかと考えるとちょっと難しいところはありましたが、非常に人気のシャーペンで比較についてのリクエストを本当にたくさんいただいたので動画にしてみました。ですが今回の動画で自分としてもすごく頭の整理ができたなと思いますし、お互いの良さっていうのをしっかりと改めて認識することができたかなと思います。もし何か比較してほしいペンとかがありましたらお気軽にコメントしていただけると嬉しいです。ということで今日は野原工芸の欅のシャーペンとカフェコペンシルスペシャルの比較でした。どちらのペンも本当に素晴らしいペンだと思うので、自分のニーズに合わせてぜひ購入してみてください。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。